やはり中世のこの時代、戦争というのはね、ほとんど宗教の価値観の違いによって行われたものが多かったです。今回はですね、宗教が違う国同士が隣にいた場合、必ず戦争が起こる世界にしてみました。オスマンの場合は隣にいるビザンツ、ハンガリー、セルビア、ワラキア、カトリックの国全部だね。スンニ派のオスマンはもう常にこの国たちと戦うことになります。とりあえず宗教マップ見てみるか。ここら辺は比較的平和だろうな。全部カトリックだし。ここにフサはあるけど、一応国境はカトリックなんで。特に戦争とかは比較的起きなさそうだな、これ。とりあえず今はね。それに比べてここら辺はやばそうだな。リボニア、プスコフ。もうすでに戦争起きてんじゃん、これ。リトアニアもそうか。オスマンはちょっと地獄だな、これ。シーア派にコプトもいるし、意外とここら辺宗教むちゃくちゃなんだな。インドはマジで地獄だな、これ。スンニ派とヒンドゥー教と。どうなってるんだ、これ。すさまじい。誰が誰と戦ってるのかもうわかんねえぞ、これ。民とか大丈夫か、これ。とんでもない。包囲網よりとんでもないことになってるけど。大丈夫か、これ。実質、これ周りの国すべてか、これ。そうだよね。儒教周りの国いないもんね。もう平和を取り戻すにはもう他国を潰すしかないからね。潰すか回収するか。その点日本列島は平和なのかもしんない。いや、ここにそうだよ。神道以外の国がいたわ。アイヌがもう早速ボコボコにされてるな。その点アメリカ大陸は比較的平和なのかもしんないな、これ。これヨーロッパ人が争ってる間になんとか立て直してくれれば。ただメキシコは別か。そうか。三宗教が入り混じってんのか。いつもより戦争の数が多いから、マップの景色とかもすぐ変わるな。カステリアとかもうレコンキスタ終わらせてるしね。ポルトガルはこの1プロビの聖兵でモロッコと戦ってんのか。これあれだな。フランスとかが有利なのかもしんないね。イングランドとか。序盤はカトリック以外に多宗教の国はいないからね。序盤だけはだけど。オスマンはこれ、戦争に負けてるな、これ。オスマンでさえもうきついがなんだこの国の数。トレビゾンドを制圧したかと思ったら、どんどん戦争が拡大していくと。そうなんだよな。この世界、キリがないんだよな。それかオスマンの場合はさ、もういっそのことをカトリックに変えるっていうのもありだよね。カトリックのオスマンっていうプレイもあるよね、あれね。そこそこ強いよね。AI がそれをやるとは思えないけど。西側と違って東はマジで地獄だぞ、これ。だってスンニ派とカトリックとオーソドックス教がこれ、三つどもになってるからな。モスクワとかもうど真ん中にいるし、大オルドとかもこれ戦争に巻き込まれてんな。大乱闘じゃねえか、もうこれどうなってんだこれ。誰が誰と戦ってんのこれ。東ヨーロッパの地獄を見ると、HRE がこれ比較的平和に見えてくるな、これ。普段では激戦区なはずなのに。今のところはこれ世界トップクラスに平和な地方なんじゃないか、これ。凄まじい戦争の数だな、これ。ちなみに CP はすべてね、十字軍、聖戦を使ってるんでね。なんか一個だけ違うのあるな、これ。ここじゃ開始7年で9回目の十字軍が発生してるけど。アフリカの方にカステリアが拡張していってるね。ただ大丈夫か。こっから先ずっと戦争だらけだぞ、これ。スンニ派はこれ北アフリカの奥まで続くからね。もう平和を訪れないと思った方がいいぞ、これ。仮に戦争に勝利しても今度は反乱軍が出てくるからね。永遠に戦いは終わらない。一応ビジアガナルとバフマニー戦争も発生してるみたいだね。これもうゲーム終盤までにインド大陸に平和は果たして訪れるのか。もうカオス。北ら辺はもう何が起きてるんだこれ。その隣では明がついに命日を迎えると。もう頭から先まで占領されております。これ人的資源にも明らかに限界が来てるよな、これ。いやもう限界だこれ。限界だろもう。序盤から戦争ずっとしてる国はもう人的資源切れてるしな、バフマニーも。ビジアガナルの人的資源は教室みたいになってるし、オスマンに関しては兵は一人もいないし、カステリアとポルトガルがどんどんアフリカに拡張してるけど、なんだこれ、グラナダなんで共存してた？カトリックのグラナダか。この世界、この環境下でレコンキスタ完成しないって逆に珍しいな。反乱のイベントだな、多分。いいぞ、これ、ビザンツ帝国が、今回のルールを存分に活かしてるんじゃないか。ただ、正教会なのか、これ忘れてた。常にこれ、ボスニアと戦うことになるけど大丈夫か、これ。もうすでに死にかけてるけど大丈夫か、これ。なんか気持ち悪いな、これ。ジェノバ、移動してないこれ。明らかに、だって元はここら辺だよね、確かね。チェルケシアみたいな感じになってるけど。いずれかはもうジェノバがチェルケシアという存在になるのかもしんない。それぐらい戦争が起きてるってことだよな、これ。もう元の領土がわからないぐらい。ただついにヨーロッパの平和にピリオドを打つ、プロテスタントの改宗がスポーン。早速プロテスタントになったウリュンテンベルクがフルボッコにされてるね。ただどんどん広がっていくからね、これ。
HRE がカオスになりそうだな。常にここら辺のなんか勢力図が変わるからもうコメントしづらいんだよな、これ。なんかビザンツ帝国いたよね、これ。どこ行ったんだ、あいつ。個人になってるけど。ヨーロッパ人が珍しくアメリカ大陸に植民地作ってない間に、そこそこ強い原住民国家出来上がってんじゃないか、これ。ここら辺強いからね。宗教統一度 100% だからね。ちょっとこれ民視点で見てみたいな。これどうなってんだ。安定度マイナス3。まあこれはまあ予想通りかな。借金も高いし、もう人的資源ないし。なるほどね。プロビは占領され、独立欲求は高くて。なんだこの反乱軍の数は。あ、これイベントまだ発生してないのか。兵の数は、1000人。ただこれはどうだ？イングランドが成功会へと切り替えたぞ。早速イングランド・ネーデルランド戦争が発生してるね。フランスも参加してるな。大丈夫か？これもう崩壊してないか、イングランド。ただ異端がヨーロッパで生き残れるとしたらもうイングランド以外思いつかないぞ、これ。HRE の大多数がカトリック以外のプロフィなのに、カトリックが国境の国一つもないぞ、これ。このゲームのルールを AI が理解してるのか、カトリック以外になった瞬間殺されるからなのか。80年経ってようやくハンガリーに平和が訪れたね。ついに隣人がカトリックだけになることに成功。これハンガリーいい感じなんじゃない今回。ボスニアがマジで体一つでヨーロッパの平和を支えてるぞこれ。イングランドが宗教を変えてから50年後、ついに滅亡。早すぎねえかな。こんな早く消えるこれ。ネーデルランドの拡張が進むね。これアメリカ大陸にどんどん住んでるし、カステリアとかスペインがいない間にもどんどん拡張してるね。ただその上では空差連邦が誕生。凄まじいなこれ。ただこれなんでアイコンがプロテスタントなんだこれ。あ、プロテスタントこれ。プロテスタントこれ。プロテスタントの場合、この人たちと全部戦争になるけど、多分一番多いのこれなんじゃないかな。第87回、火山の対モスクワジハード。第88回。もう88回になったんだ。あまりにもカオスすぎてちょっと見るのやめてた。現在列強1位はフランス。ミントが崩壊したおかげで、やっぱなんだかんだ言うであれだね。多宗教がない、近くにない国はやっぱり有利だね。フランスが列強1位。ちょうど改革家の進行がここら辺で食いとどまったみたいだね。あ、もう死んじゃったね、完全に改革家の変化が。ヒンドゥー教が勝利したと思ったインド大陸に新たな刺客が登場。ファールズ。どんどんこれ、インドのヒンドゥー国家を食っていってるね。恐ろしい。ビジアガダルもなんかここら辺に領土あったけど、ほとんどファールズに取られてるな。比較的安全だと思ってたマムルークだけど、ついにミランかアフリカへ上陸。どうなってんだこれ。なんだこれ、マムルーク。もうヨーロッパほぼ全てと戦争してんじゃねえかこれ。ミラノってそんな強いのこれ。あ、アラゴンと同軍なのか。アラゴンを同軍下に収めたのか。いや、これは強いわ、さすがに。すげえ平和だな、これ、ヨーロッパ。なんも戦争起きてねえじゃん、これ一つも。プロテスタントがほぼ撲滅したからだろうな、これ。すげえ平和だな、これ。その点、ここら辺はね、なぜか知らないけど、オーストリアが参加してるし。ただ、ここら辺もなんかカトリックのプロビがなんか多くなってないか、これ。明らかになんかカトリックにこれ塗り替えられてるよね、これね。スンニ派もそうだけど。神道だけだから結構拡張も安定するかなと思ったけど、日本列島は依然ぐちゃぐちゃのままだな。これな、朝鮮とか満州とかに拡張してたのか逆にアダになったかな。ずっと戦争に巻き込まれてたからね。長宗我部はなんか異常な拡張の仕方してるしな。今川もなぜかここにいるし。いやーいいね、このカオス具合。めちゃくちゃいいけどもう試合終了。宗教が違う国同士では常に戦争が発生する世界。今回の列強1位は革命フランス。常に安定してたね、ここら辺は。まあ革命フランスこれもうポジションが有利だったよね、シンプルに。フランスもどうにかしてこれ、アメリカに拡張しようとしてたけど、これはなんとか原住民たちが死守してたね、これ、最後まで。ヨーロッパの国は強いけど、その植民国家は別に強くはないからね。それをうまく活かしたって感じかな。ここら辺はもうまとまることは絶対いなかったね。モスクワとかはこれ何度復活したんだろう。リアさんとか。何度も反乱軍によって蘇生してたからな。でもテオドロだけはもう揺るぐことなく、常にこの1プロビのままだったね。インドはこれめちゃくちゃだったら、これ同盟のせいで別に宗教が同じであっても戦うこともあったから、ビジアガナルとかもそれが理由で滅亡したしね。ちょっとね、巻き込まれてたね、これ他の国の他の戦争にね。常に戦争しまくってたから、もうほぼ全員借金だらけだな、これ。チャガ隊とかよくこれ破産しなかったな。いや、とてつもないカオスな環境だったけど。まあでも最終的には納得する理由でフランスが1位だったって感じかな。
戦争とあれだな、平和のバランスってやつだな、大事なのは。ただただ戦争しまくるだけでも別に勝てるとは限らないと。非常にね、なんかメッセージ深い。もうこの、非常にね、メッセージ深いシミュレーションだったのではないでしょうか。ここまでのご視聴ありがとうございました。ルーポリでした。バイバイ。